日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。以前に知らないとわからないについてこのような動画を作ったことがあります。その動画の中で知らないは英語の I don't know や中国語の不知道とはイコールではないことや、わからないっていう言葉が英語の I don't understand や中国語の不懂とイコールではないっていうことについても話しました。この動画は私の初期の動画でして、最初から最後まで中国語で説明していたのですが、最近中国語話者以外の方たちからもう一度あの動画の内容を日本語で説明していただけませんかとリクエストをいただきました。今日はそのリクエストにお答えして日本語でこれらの違いについて一緒に考えていきたいと思います。ぜひ中国語話者の方たちも一緒に復習しましょう。実はこの知らないとわからないは使い方を間違えると冷たくて無関心な印象を与えてしまうこともあるので、結構注意が必要なんです。ぜひこの動画を見て違いをマスターしましょう。じゃあまず最初にわからないは漢字で書くとどうなるか知っていますか？実はわからない、わからない、わからないなどいろいろな書き方がありますが、一番広く使われているのがこの分けるっていう字ですね。学校教育でもこの漢字を教えるようにという指針がありますので、今日はこの漢字を使いたいと思います。それからもう一つ確認したいことがあります。このわからないは何ていう言葉の否定形ですか？もちろんわかるの否定形ですね。じゃあ知らないの反対の意味の言葉は何ですか？これは知っているです。この知っていると知らないがセットになっています。肯定形では必ず何々ているを後ろに続けるんですね。実際の日常会話では何々を知るとか何々を知りますという言い方はほとんどしません。逆に知っていないとか知っていませんっていう言い方も普通はしませんので、ぜひ気をつけてください。ではここで問題です。同僚にこのような質問をするとき、どのように尋ねますか？リュウさん、ABC 自動車の木村さんの連絡先ですか？木村さんの連絡先ですか？実は私もないんです。これはすごく単純な問題ですね。何かについての知識があるかどうかを尋ねているだけなので、連絡先を知っていますかっていう質問になります。同じくその知識がないと単純に答えているだけなので、私も知らないんですと答えれば大丈夫ですね。リュウさん、ABC 自動車の木村さんの連絡先を知っていますか？木村さんの連絡先ですか？実は私も知らないんです。こんな風に普通の会話だったらこれで全く問題ないと思います。でも同僚がこの連絡先のことですごく困っている様子だったらどうなると思いますか？じゃあその場面を見てみましょう。困ったなリュウさん、ABC 自動車の木村さんの連絡先を知っていますか？いいえ、知りません。なんかリュウさん、すごく冷たいなはい。今回もリュウさんは知りませんと答えました。これは文法的には何の問題もありません。でも、時々日本語の知らないっていう言葉には、そのことに興味がないとか、私に関係ない話だっていうニュアンスが含まれてしまうことがあるんです。ですから明らかに相手が困っている時とか、あなたに何か問題を解決してもらいたい様子なら、このように言った方がいいかもしれません。木村さんの連絡先ですか？
私もわからないんです。はい、リュウさんは今回、わからないと答えていましたね。どうして知らないよりわからないの方が優しい感じに聞こえると思いますか？それは、わからないっていう言葉は、知らないよりも、あることに対しての関心が高いことを表すからですね。または、一度その件について考えてみたんですけど、やっぱりわからなかったっていうことを伝える言い方だからですね。ですから、知らないという答えがストレートな感じがするのに対して、わからないの方は優しい感じに聞こえるんですね。じゃあ次のような場面はどうですか？リュウさん、新しいコピー機の使い方を知っていますか？いいえ、私も説明書を読んだんですが、わからないんです。はい。これは、わからないが正しいですね。どうしてだと思いますか？これは単に何かの知識を持っているかどうかではなくて、何かについて考えたことがあったり、理解しようと頑張ったのに、それでもわからなかったっていう意味だからですね。では次のような場合はどうですか？明日から4連休ですね。リュウさんは何をする予定ですか？はい、この場合の答えは一つだけです。それは、わからないですね。じゃあここでどうして知らないは使うことができないのでしょうか？それは4連休に何をするかっていうのは自分と関係があることだからですね。さっきも出てきましたけど、知らないっていう言葉は自分とは関係がない。外部のことについて言うときだけ使うことができます。でも自分が何をするつもりかっていうその予定については知らないを使うことはできません。わからないを使ってください。こう考えると日本語のわからないは英語の I don't understand とは結構違う言葉だっていうことがわかりますね。じゃあ正しい会話をもう一度見てみましょ明日から4連休ですね。リュウさんは何をする予定ですか？まだわからないんです。家でゆっくりするかもしれません。う。じゃあ次のような場合はどうですか？リュウさん、会社の近くの春というカフェを知っていますか？いいえ、昨日行ってみたんですが、コーヒーがすごく美味しかったです。へえ、はい、ここでリュウさんが答える機会が2回ありましたね。1回目はあるカフェについて知っているかどうか、単純に聞かれた時の答え方です。2回目は、なるほど、今そのことについて新しい知識が増えましたと言いたい時の答え方です。じゃあ今の部分の正しい会話をもう一度見てみましょリュウさん、会社の近くの春というカフェを知っていますか？いいえ、知りません。昨日行ってみたんですが、コーヒーがすごく美味しかったです。へえ、知りませんでした。う。はい、こんな風に知りませんでしたと過去の否定形を使うことができます。つまり知らない状態から知っている状態に変化したっていうことですね。では次のような場合はどうですか？この写真の人、どこかで見たことがあると思うんですが、えこの人ですか？ああ、わかった。山田さんですよ。はい、これはわかったですね。このようにわからなかった状態からわかった状態に変化した時には過去形のわかったを使います。さっきの知らなかったは何かの知識についてでしたけど、今回のわかったは何かの答えが浮かんできた時とか、何かを見たり聞いたりして分かった時に使います。やっぱり何かについて一度考えた後に使える言葉だっていうことですね。ではもしあなたの親友が何かすごく悲しいことがあって泣いている時にはどのように言って
慰めることができますか？こういう場合は、その気持ちすごくわかるよのように、わかると現在形を使うことで同情心を表すことができますね。じゃあ別の場面です。もし誰かと喧嘩して、もうその人とこれ以上話したくないっていう時は何と言いますか？これはもう知らないですね。これはよく若い女性が彼氏と喧嘩して怒っている時とか、子供が親にわがままを言っている時などに時々このもう知らないを使いますね。ちょっと可愛い感じの言い方です。この場合の知らないは知識がないと言っているのではなくて、もうあなたとは関わりたくない、あなたの話は聞きたくないという意味になります。じゃあ最後に文法の問題です。基本的には知らないの場合は何々を知らないのようにをつけますが、わからないの場合は何々がわからないになるのが普通です。その点もぜひ覚えておいてくださいね。はい。では最後に復習問題です。あなたは誰か子供さんにこんな質問をしました。将来何になりたい？子供さんはこう答えました。まだ何々々。この子供さんは自分について答えるので、まだわからないですね。自分のことには知らないは使えないっていうことを覚えておいてください。この他にも教科書にははっきり書いていない、でもすごく大切な点についていろいろシェアしています。見逃したくない方はチャンネル登録して次の動画をお待ちください。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。